こんにちは、まみくさんです。今年の夏は7年ぶりに日本で過ごしまして、前回の動画では地元編ということで湘南を中心に横浜や東京へお出かけした時の Vlog をまとめてお届けしました。見てくれましたか？で、今回は2泊3日の京都旅行編になります。まだ京都へは行ったことがない次男を連れて行くっていうのが目的だったので、ザ観光です。私も修学旅行ぶりだったので初めてのような感覚で旅行ができました。10時17分発のぞみに乗って京都に行きます。京都駅、結構モダンな作りなのね。これからバスに乗って河原町へ向かいます。おむすび屋さん発見。私がおにぎりではなくおむすびと呼ぶのはここから来てたのね。刃物や道具を見るのが大好きな私たち。京都で素敵なのれんを見つけて買って入るはずが閉まってた。繁華街を離れて高瀬川の流れる情緒ある木屋町通り、小道をぶらぶらして見つけた生鯛めし屋さん牧。建物は江戸末期に建てられた町屋。まず鯛のお作りをお出汁にくぐらせて味わう。そして残りの鯛とお出汁をご飯にかけて黄身をのせて贅沢な卵かけご飯として食べる。彼らは牧の鯛めし丼。店主におすすめの松本を出してもらった。2日目、清水寺に向かう途中、七味屋。種類がたくさんある七味、冷たいだしにそれぞれ入れて味見させてくれた。丁寧な対応。清水焼きの器に移して保管する。どれにしたかは最後に見せますね。清水の舞台から飛び降りるつもりでなんて言うけど、実際本当にすごい高さ。これは思い切って大きな決断をするときに使う意味がわかるね。七味屋の横を通って三年坂を下る。ここでもお土産をゲット。ちょっと休憩、甘味どころに寄る。梅園、昭和2年に開業した老舗。私は香ばしく柔らかいみたらし団子と抹茶冷やしぜんざいのセット。次男は白玉ぜんざいのセット。長男はわらび餅のセット。大きな梅干し発見。ここでもお土産ゲットしたので最後に紹介しますね。お香屋さん、
スイスのお隣さんにお土産を買いに寄ります。3年坂2年坂を下り終え、ネネの道を歩いてジオン院を目指す。ネネの道は秀吉の正室であったネネが晩年にこの道沿いにある円徳院で過ごしていたことからこの名がついています。知恩院、この大きな山門、高さ24メートル、幅50メートル、空門、無双門、無願門という悟りに通ずる3つの下脱の境地を表す門を意味として山門と言います。1175年、約850年前に法然上人が南無阿弥陀仏と唱える浄土宗をここに開かれました。お念仏の唱えは心に響き、ずっと聞いていられる。手入れが行き届いた美しい庭園。涼しそうに映っているけれど実際は40度近い。次回は季節を変え、先を急ぐ予定を作らずに心身を整え、精進料理をいただき、ゆっくり庭園を散歩したいなと思う。稲荷の神が稲荷山にご鎮座されたのが711年、1300年以上も前だという。稲荷の神は稲に宿る神秘的な精霊、食物を司る神様。千本鳥をくぐって頂上まで行く予定。願いが叶うと言われている。神のお使いである狐さんたち、巻物をくわえている子と玉をくわえている子。この辺まで来ると少し涼しい気がした。それでも登せてしまって、これ以上登れなく断念。38度は暑すぎた。おばんざいをいただきに昨日から決めていた愛さにに来ました。実は鯛めし屋さんのお迎えにあります。まずはおばんざい3種盛り合わせをお任せで。京風だし巻き、期待以上の感動する美味しさ、そしてなめたけおろし。今晩の日本酒は少し甘めの総空。愛さにとは京都弁で時々という意味。時々寄ってねという思いが込められているらしい。帰る前に急いで金閣寺だけは見ておかないと。混雑しててなかなか前に進めなかった。泊まったホテルですが、ホテル京阪京都駅南というホテルです。京都駅のバスターミナルがある側とは反対側の八丈口を出て真向かいにあるとても便利な場所にあるホテルです。決め手となったのは
もちろん駅にとっても近いというところと、あとは3人で泊まるので快適なベッドが3台あるっていうことですね。結局観光すると寝に帰るだけっていうことなので、やっぱりベッドが3台あるっていうのは重要で、だいたい3人だと3台のうち1台がソファーベッドになっちゃうんですが、ここはちゃんと3台とも快適なベッドがあったっていうのがとても重要なポイントとなりました。ただ朝食がとっても高かったので、駅近にあるポルタ内のスタバで済ませました。済ませたというか好んで行きました。2日間連チャンで行ったので、可愛い店員さんが私たちを覚えててくれて、京都弁で話しかけられてキュンとしました。京都のお土産ですが、まずはこちらのキャスケット。河原町の寺町京極商店街の中にあるムという帽子屋さんで購入しました。日本ではキャップを持って行ったので、もうちょっとスポーティーすぎないだけど日よけになるような帽子をずっと探して回っていたんですけれども、しっくりくるものがなかなか見つからずで、手に取るのはいつもキャスケットだったんですけども、ちょっと日よけには物足りないなと思って買わずにずっといたんですね。でこのムーという帽子屋さんでこのキャスケットをかぶったらかなりしっくりきて欲しくなってこちらを購入しました。ただ日よけには使えそうもないというのと、かぶってすぐ汗でびしょびしょになっちゃうのでもったいなくて日本ではかぶらなかったです。日本酒。左の松本は初日の鯛めし屋さんでいただいてとても美味しくてお土産に買いました。真ん中の月のかずらの濁り酒は上杉周平さんのチャンネルで紹介してて、どうしても試してみたく探しました。気になる方はその動画を貼っておくので見てみてください。隣も月のかずらの純米酒。七味ではいろいろと試食させていただいて、一番辛いタイプを選びました。清水焼きの可愛い器に少しずつ移して使います。2軒目のふりかけ屋さんでは、今日のお出汁と、ラー油ふりかけ、そして旨辛山椒ふりかけを購入しました。たくさんの観光客がいる中、この客は絶対買うだろうと思ったのか、とても丁寧にいろいろと試食させてくれました。最終的には海苔の佃煮に梅が混ざったものと、こちら大きな梅干し、甘くも辛くもないタイプを選べました。お隣さんにお土産をと思ってお香屋さんに入りました。自分にも白檀のお香と、こちらのお香立ても購入しました。金閣寺で息子が開運のお守りを買って私にプレゼントしてくれました。一緒に金閣寺のチャームをぶら下げています。いつも使っている小さいけれども何でも入っているこのバッグにお守りをつけました。京都旅行編いかがでしたか？
とっても混雑をしていたっていうことと、私たちも含め観光客だらけだったんですけれども、それに加え恐ろしい暑さで思うように進めず、行きたかったところの半分ぐらいしか行けなかったです。もう一回旅行に行こうっていう気持ちにもなったので、次は季節を変えてもう少しゆっくり見て回れたらなと思っています。で、次回の動画はですね、日本で、購入したものを取り入れたコーディネートがうまくできたらそんなことをやろうかと思っています。それでは楽しみにしててください。また次の動画でお会いしましょう。まみくさんでした。